私が星を迎えに行こう。どういうことですか？雪には慣れている。星のある場所を教えてくれれば、私が山を降りて星を持ってこよう。いや、そこまでしてもらわなくても絶対に必要なものでもないですし。だが子供たちの思いの詰まった大事な星だ。今この場に絶対必要なものだろう。それは私だって残念ですけど、今出歩くのは危ないです。いっちゃなんですが、小栗さん方向音痴だし。街の中よりも山の方が得意だ。問題ない。行ってくる。待ってくださいって。場所もまだ聞いてないでしょ。どうしましたか？上まで声が聞こえてきましたが。ビワハヤヒデさん、なぜこちらにって。それは後だ。ちょうどよかった。小栗さんを止めてください。なるほど、状況は理解しました。なあ、君は私たちが雪山をかけられるだけの強さを持っていると分かっているだろう。今のうちならまだ危険は少ない。だが私の拙い喋りではみんなを安心させてあげられない。どうか君の口からも説明してもらえないだろうか。残念ですが小栗さん、私はファンの方のご意見に賛成です。確かにこの雪なら多少無茶をすれば乗り越えられる。ですが多少でも無茶は無茶、危険は依然存在します。考えてみてください。小栗さんにもしものことがあればファンの方はどう思いますか？どうなるでしょうか？それは。小栗さん、私にファンへのクリスマスプレゼントは何がいいかと聞いてくれましたね。小栗さんのあげられるもので皆さんを一番喜ばせられるもの、その答えはきっともう小栗さんの中にありますよ。この際なので言ってしまいますが、答え、それは小栗さん自身だと私は伝えたかったんです。私自身？はい、サンタになるというのは、つまり今回パーティーを開いてくれた皆さんの立場になるということでもあります。皆さんの原動力はただ小栗さんを応援したい、それだけです。そんな大切な小栗さんが気持ちを返してくれようとしている、その事実だけで心温まるプレゼントになるのではありませんか？パーティーの主役が無茶をすることはないですよ。早秀さんのおっしゃる通りです。私たちのことを考えてくれた、その気持ちは本当に本当にありがたいですよ。ですが私たち、小栗さんがいてくれれば十分ですから。子供たちだって納得してくれます。だから。確かにみんなを心配させるのは良くない。私はやっぱり迎えに行くのは。じゃあ小栗さんの気持ちは？大臣、この人がやりたいって気持ちはどうなるわけ？自分の力で喜ばせたいって思う気持ちは？気持ちが嬉しいとかそんなんで満足してほしいわけじゃない。もっと形とか行動とかでどうにかしたいんじゃん。だから小栗さんのやりたいようにすればいいと思います。いてくれればいいとかじゃないんだって。プレゼントってあげて終わりとかの話じゃないじゃん。極端な言い方をすれば2人がいてくれるだけでも私には十分だ。だからこそ張り切りすぎてしまった部分もあるかもしれないが。大臣、ありがとう大臣。そうなんだ。私はみんなの気持ちに、私の気持ちで
答えたいんだ。少しでもがっかりしてしまう子がいるのなら笑顔にしたい。挑戦をためらいたくない。私の力で何とかしたいんだ。小栗さんの気持ちは分かりました。ですが現実問題としてやはり星を持って帰るのは難しいと言わざるを得ません。聞けばその星はかなりの大きさだとか。仮に雪山を乗り越えられても一人で抱えて戻るのは厳しいはず。私と大臣が手伝えればいいんですが、二人とも雪山は不慣れ、かえって小栗さんの枷になります。何らかの手段を講じねば。それは。それなら大丈君たちはパーティーに参加しに来たのか？夫。違うよ。クリスマスの奇跡を探しに来たって言ったでしょ。そのマベチンレーダーがね、ここで反応したの。そう、マーベラスな予感が私たちをまた出会わせた。けどね、それだけじゃない。マーベラスな落とし物がきっと役に立つ。それがあれば何だってスイスイ運べちゃう。つまり小栗さん、テイクオフ。